アンプリファイとアップシンクでモダンでイケてるウェブサービスを爆速で立ち上げようぜというタイトルでお話しさせていただきます。まず自己紹介をさせてください。もこと申しまして、クラスメソッド株式会社 AWS 事業本部のコンサルティング部で、ソリューションアーキテクトとして、現職では、テラフォームとか CDK とかのインフラストラクチャーズコードのサービスを使って、AWS 環境の構築だとかをしております。で、前職ではEC サイトの SRE っぽいようなことで、パフォーマンスチューニングとかインフラの周りの面倒を見たりとかしてきました。本日話すことと、まずはじめにアンプリファイとアップシンクとはっていうところで、アンプリファイとアップシンクとは何なのかっていうのをそもそも、入門していただいて、でアンプリファイとアップシンクを使って、爆速で、開発をする例といたしまして、2つを組み合わせて、どんな感じで開発をしていったら、圧倒的な速度で開発をできるのかっていうことをご紹介して、アンプリファイとアップシンクを使ってプロダクトを実際に作った話というのもいたしまして、実際にプロジェクトでアンプリファイとアップシンクを導入するとどんな感じになるのかなっていうのを知っていただけたらなと思います。で、最後にちょっとアンプリファイとかアップシンクとかとは話が変わってくるんですけど、開発者も企画とか、その一歩下がった視点でいろんなことについて見ていただいて、なんか企画とかなんかフェーズが違うところに興味を持っていただけたらいいなと思います。それでは早速となりますが、アンプリファイとアップシンクとはそもそも何なのかという話から、させていただきます。AWS アンプリファイって何のサービスなのかっていうのは結構難しいところなんですけども、AWS の公式サイトでは、モバイルアプリケーションとウェブアプリケーションを最速で構築する方法と書かれていました。具体的にどういうサービスなのかっていうと、ウェブアプリケーションとか、モバイルアプリケーションのデプロイとか、ホスティングができる、プラットフォームであります。で、プラットフォームって言ってもいろいろとあると思うんですが、AWS アンプリファイでは言語とかライブラリレベル、リアクトとか Vue.js とか Angular などのフロントのエンドのモダンなライブラリとかと合わせて、さまざまな AWS サービスと連携できるようになっている AWS Amplify っていうライブラリが提供されていて、開発者はインフラとか AWS の環境を意識せずに、本来時間を割くべき、プロダクトとかサービスの方の開発に集中することができて、開発を進めることができるというふうになっています。また、Amplify CLI を使うことによって、簡単にプロジェクトを始めることができたりもします。で、Web とか iOS とか Android とか React Native とかに対応しています。で、アンプリファイでできること、改めていろいろあるので、おさらいしていくとこんな感じになっていて、フロントエンドのホスティング、これはアンプリファイコンソールってよく言ったりするんですけれども、ウェブサービス、React とか Vue.js とかの、SPA 系のアプリケーションの、ホスティングとかができたりします。で、CI/CD というところでいくと、コードコミットとか GitHub とかと連携して、アンプリファイが、ビルドとか、デプロイとかを実行するっていうサービスも、含まれていたりします。さらに、多くなってくるんですけども、AWS X-Ray とか Amazon ピンポイントとか、AWS アップシンクとか、というサービスなどと、アンプリファイを連携させることによって、いい感じにフロントエンドのアプリケーションと、AWS の SaaS 系のサービスと組み合わせて、プロダクトを作っていくみたいなこともできます。で、これも結構すみません、アンプリファイに関しては、本当に量が多いので、1枚のスライドで喋りきるのが辛いところなんですけど、アンプリファイ CLI っていうものを使って、グラフ QL とかの、コードの生成とか、X-Ray とかピンポイントとか、アップシンクのAWS リソースの作成と紐付けを行う機能があったりとか、アンプリファイライブラリというもので、言語レベルの、リアクト用のアンプリファイライブラリとか、Vue.js 用のアンプリファイライブラリとかが提供されていて、アンプリファイがもうすでに作成済みの、UI を利用して、ユーザーが再利用するみたいなこともできたりします。でさらに、コグニートとか、と連携して、ユーザーの管理だとか、権限管理だとかいろいろできるので、フロントエンドに関しては基本的に、SPA に限ってはアンプリファイというものを導入して、AWS のいろんなサービスとつなげることで、一元的に管理ができていい感じになるというようなサービスになっています。で、ここで GraphQL っていう言葉が出てきて、あれなんか聞き慣れないなって感じるかもしれないんですけど、GraphQL って何だろうっていう話で、REST API っていうものがSPA とかの場合はよくあったと思うんですけど、
最近つっても2年ぐらい前からなんですけど、GraphQL がREST API にREST API が GraphQL に置き換えつつあるみたいな感じになってきています。まあ、GraphQL っていうのは簡単に言ってしまうと、クエリー言語だったりとか、ランタイムだったりとか、そういう感じなんですけど、まあ、メリットとして、その REST API とかの場合は、ユーザーのデータを取得するために、ユーザー ID を収集してきて、でユーザー ID から検索をかける API を叩いて、やっとユーザーがなんか投稿してきたデータを取ってくるみたいな、何回もその API の往復をしないといけないとかいう場面があったと思うんですけれども、GraphQL を使うことによって欲しいデータを直接、自分が欲しいデータだけを収集するみたいな、ことができたりとかします。まあ、流れとしましては、スキーマ、型を定義して、で、GraphQL のサーバー、まあ、GraphQL リゾルバーなんてよく言うんですけど、を、実装します。で、クライアントが欲しいデータに合わせて、GraphQL の、クエリを書いてリクエストを投げて、GraphQL のサーバーが、データを返却してくれるみたいな、流れになっております。で、実際、GraphQL についてもうちょっと深掘りというか、入門していくと、まあ、こんな感じに ID とかいろんなデータを保持するための型を書いてあげます。これはよくスキマと言ったりします。で、クエリ、欲しいデータはこれだからくれみたいな感じのクエリをクライアントからサーバーに向けて送ってあげると、こんな感じで JSON が返ってきますよっていうような感じになっています。で、そこで登場するのが AWS AppSync というサービスなんですけれども、これは、マネージドな GraphQL とよく言われたりしています。GraphQL のサーバーも、開発者は実装する必要があったんですけれど、AWS AppSync ではスキーマを定義するだけで、GraphQL のサーバーを勝手に実装してくれたり、データベースをいい感じに DynamoDB などのデータベースと接続したりとかしてくれます。Velocity Template Language、VTL っていう、テンプレート言語みたいなもので、GraphQL のサーバーを実装することができて、AWS サービス、先ほど言いました DynamoDB とか、Lambda とか Elasticsearch とか Aura Serverless とか、そのような他のサーバーレス系の、バックエンドのデータベースとかに、保存されているデータを AppSync 経由で、回収するとか、なんかそういうようなことができます。で今回、Amplify と AppSync の話なんですけれども、Amplify の CLI 上で AppSync と連携することができて、データの扱いとかで Amplify から AppSync を叩くみたいなことが結構、非常に便利だったりしています。で、すごい駆け足であれなんですけども、Amplify と AppSync についてすごい入門的なことを話したところで、Amplify と AppSync を使って爆速で開発する例というところで、実際、どんな感じで Amplify と AppSync を組み合わせると、普通の開発よりも早く開発を進められるのかというところを、ご紹介していきたいなと思います。はい、まず一番疑問になるかと思うんですけど、Amplify とかいろんな機能、DynamoDB と連携できますよとか、AppSync と連携できますよとか、今、説明いたしましたが、導入が結構めんどくさいんじゃないかっていうふうに疑問に思われた方もいるかもしれません。ただ、導入も非常に簡単でして、こちらは、実際に React のプロジェクトを作って Amplify を導入する例になるんですけど、マウスカーソル見えてますかね。ちょっとわかんないですけど、npx create react app つって、プロジェクト名を入力して、タイプスクリプトで作りますっていうようなもので、React のアプリケーションを作成して、移動しますと。CD で移動しますと。で、この状態で、React の初期設定が完了してるんですけれども、これに加えて、Amplify CLI というものを npm インストールとか、yarn とか使って、Amplify の CLI をインストールして、Amplify init というコマンドを実行してあげます。そうしますと、Amplify の初期設定が開始されて、こんな感じで Q&A みたいな感じで選択しつつ、設定していくみたいな感じになります。ただ、これは基本的にはデフォルト設定で OK です。プロジェクトネームとかはいい感じに設定してくれたり、エディターは何ですかとか、JavaScript を使ってるから JavaScript にしましょうみたいな感じで、選択していく感じです。で、これを、だいたい30秒から1分ぐらいですぐできるんで、
実行していくと、すぐに、クラウドフォーメーションが走って、AWS 環境上で Amplify というものが、デプロイされていきます。で、そうしますと、もう、ほぼ完成みたいな感じで、Amplify の導入単体だけだったら、コマンド2発叩いて、Q&A 答えて、終わりみたいな感じになっています。続きまして、ここまで来たら、せっかくだし、Git ベースで CI/CD したいよねみたいな、思いになると思うんですけど、これも非常に簡単でして、この先ほど作ったリアクトアップの、ものをそのままやるんですけど、GitHub のとかの Git サービスの、リモートアットでオリジンに追加してあげて、コミットプッシュしてあげると、Git に、プッシュされますと。で、Amplify のコンソールの方を開いていただいて、なんかコネクトフロントウェブアップというところで、GitHub とか Bitbucket、GitLab や AWS コミットなどと、連携することができます。で今回ちょっと GitHub 使ってるんで、GitHub を、選択してコネクトブランチというふうにクリックしてあげると、認証画面、認可画面ですね。認可画面が表示されまして、認可してあげると、右側の方で、リポジトリ名と、プルしてくるブランチを設定して、保存してデプロイと。ここをクリックしてあげると、すぐに、プロビジョニングとビルドとデプロイが走るという形で、Git からソースコードを取ってきて、リアクトのアプリケーションをビルドしてデプロイするというような感じになります。で、ここのドメイン、払い出せるドメインを、開いていただくと、すぐ、もうリアクトのアプリケーションがデプロイされていることがわかるかと思います。で、ここまで、リアクトのアプリケーションを作ってからプッシュして、アンプリファイの、デプロイが終わるまで、だいたい所要時間が5分から10分程度なんで、すごい早い段階、5分10分でプロジェクト始めて、CI/CD まで導入して、マスターブランチからブランチ切って、各開発者がマスターブランチにプリク投げれるような環境を作れるっていうのは、結構強いポイントだと思います。はい。続きまして、バックエンドの API の開発とか連携とか大変じゃないのっていうのがよくあると思うんですけど、普通の一般的な REST API っていうのは、多分その複数のユーザーの管理 API とか、なんか投稿したものに対する API を実装する必要があったりとか、でそれに対して返ってくるデータとか、いるパラメータとかを書いたドキュメントを生成する必要があるとか、そのドキュメントが更新しないといけないとか、サーバーサイドとフロントエンドをガッチャンコしないといけないとか、いろいろとあると思うんですけど、今回の規模のようなものでしたら、GraphQL を利用することで簡単にやることができます。この GraphQL、アップシンクを導入するのも非常に簡単でして、アップシンクAmplify at API というコマンドを叩いていただいて、GraphQL を選択して、コグニートユーザープールとかで、設定していただくと、すぐにではないですけど、だいたい5分ぐらいでアップシンクと、DynamoDB が、AWS 環境上にデプロイされます。で、このアップシンクなんですけど、スキーマ、アンプリファイと連携することで、スキーマ、ここの左側に書いてる型ですね。型を書くと、自動的に、クエリーまで書いてくれます。これ、人によってなんかこんな高機能なこといらないよっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、これが結構すごいことでして、ここの右側ですね、インポートで生成されたクエリーをインポートしてあげて、リアクト、ユーザーエフェクトとかの中に、GraphQL オペレーションというもので、先ほどの生成されたものを入れてあげますと。そうすると、ここのレスポンスの中に、データが入ってきますので、なんか、REST API を叩くときとかは、この API を見て、この API のドキュメント見て、そういうことだねっつって、スラッシュゲットブログの API を叩いて、返ってきたものを JSON でパースしてみたいな、いろいろとあると思うんですけど、そういうのを特にやることもなく、なんか、まるで SDK を使ってデータをなんかヒュッて取ってくるような感覚で、実装できるので、非常に、便利になっております。はい。で、続きまして、登録とかログインとか、ログイン画面とか、認可とか認証とか、大変じゃないですかってことで、多分、
プロダクトの開発の時にログイン画面とか、ユーザー登録とか必要だと思うんですけど、結構、あんまりビジネス的には関係ないけど、やらないといけないし、工数もそこそこにここにかかるとか、あるところがあると思うんですけど、アンプリファイとコグニートを連携することで、非常に簡単に、実装することができます。ちょっとこれ、コンフィグが結構20行ぐらい20行、10行ぐらいあって、スライドのところにはめ込めなかったんですけど、ちょっと端折ってます。ただ、ここですね。with authentication、ちょっと滑舌が回らないですけど、っていう、アンプリファイのライブラリのこいつを呼び込んであげて、ログイン後の画面、ログイン後のコンポーネント、ここのログインコンポーネントですね、を、選択してあげると、ここの水、最初にこっちが呼び出されて、右側の方にコグニートで、認証 ID 管理とかしてくれてるいい感じな UI が出てきます。で、ここに名前とかメールアドレスとかパスワードとか入力して、クリエイトアカウントというボタンを押していただくと、メールが飛んで、メールのトークンを、入力してくださいみたいな画面を出したりとかも、もう勝手にやってくれています。で、ログインが、済んだら、第一引数に入れているコンポーネントが呼び出されて、リダイレクト処理が走るみたいな感じの実装をこれぐらいで書くことができます。非常に、便利になっています。さらに、インフラの管理とか面倒じゃないのっていう話で、サーバーレスとかいろいろあると思うんですけど、今回、アンプリファイとかアップシンクとか、ダイナモ DB とかコグニートとかいろいろ出てきたと思うんですけど、これをなんか管理していくのって辛くないのとか、その負荷が増えたときに勝手にスケーリングするのとかいろいろ疑問があると思うんですけど、基本的にというかすべてフルサーバーレス、アンプリファイとアップシンクとダイナモ DB はすべてサーバーレス、コグニートもサーバーレスなので、スケーリングの部分とか特に気にしなくても OK って感じになっています。さらに、Amplify CLI で作成されるのリソースは、クラウドフォーメーションで基本的には管理されているので、管理自体も非常に楽になっています。一つ注意したいポイントとしましては、DynamoDB の部分が、プロビジョニングで起動している場合は、きちんとスケーリングする設定がされていないと、エラーが返ってしまうっていうようなことがありますので、初期設定ではオンデマンドで起動されているので、そういうエラーは来ないんですけれども、DynamoDB だけ見てれば OK みたいな感じになっています。はい。ちょっとすごい駆け足できましたけど、ここまでアンプリファイとかアップシンクとか、なんかアンプリファイに限ってはライブラリーまで提供されていて、すごい便利だけど、便利で機能がいっぱいあるけど、なんか高そうだなっていう印象を受けたかもしれません。実際、料金形態を見てみますと、こんな感じになっていまして、これは左側の画面が、ちょっとしたプロジェクトを、開発したものの画面になっていて、1ヶ月の料金になっています。もちろん規模感とか、そのアクセスするユーザーとか、リクエストの回数とかにも全然よると思うんですけど、開発段階で、月3ドルから5ドルぐらいで、ちょっとドメインが一番高いみたいな状態になっています。で、すべてサーバーレスなので、もちろん規模に合わせて、勝手にスペックがスケーリングしたりとか、あと、料金ももちろん使った分だけっていうのが、すごいメリットだと思います。で、料金形態もビルドとかデプロイとかのは、1分に0.01ドル。で、サーバーのホスティング代のストレージが 1GB あたり0.023ドル。で、ホスティングサービス 1GB あたりっていうのは、トラフィック1ギガですね。トラフィック1ギガあたり0.15ドルみたいな感じで、すごい比較的安価になっています。はい。ここまでいろいろ5つほどメリットを挙げてきましたが、導入とか CI/CD 導入とか、いろいろプロジェクトを始めるにあたって、難所があるかと思いますが、そういうような段階でも、めっちゃ簡単に導入できたりとか、あとバックエンド API とかは、アップシンクを使えば、スキーマを定義するだけで SDK を叩くようにデータを取得するようなことができたりします。でさらに、コグニートとかをと連携することで、UI まで用意されているアンプリファイのコンポーネントを使うことで、非常に楽に実装することができます。で、インフラのスケーリングに関しても、スケーリングだとか、管理だとかに関しても、インフラストラクチャーズコードで全部管理されています。
で、スケーリングも DynamoDB をちょっと見とけばいいかなっていうぐらいで、開発者はそのインフラとか、そういうものを気にしないでアプリケーションに集中できる、というような感じになっています。で、もちろん重量課金ですので、スモールスタート、これはあれですね、スタートアップ企業の方とか、多分ローンチするまでに無駄に運用コストがかけたくないと思うんですけど、スモールスタートすることができるのが最大なメリットだと思います。はい、ここまで来ましたが、続きまして、アンプリファイとアップシンクを使って、プロダクトを作った話をさせていただければと思います。話が結構飛んじゃうんですけど、今年の初めの1月から3月ぐらいにかけて、Amazon Web Service Japan さんのが企画、主催していただいたエンジェル道場っていう、若者のなんかエンジニア育成のプログラムみたいなものに参加してきました。でこれは何なのかっていうと、AWS Japan のソリューションアーキテクトの人が AWS に関するその基礎知識とかマイクロサービスについてとか講義していただいて、その中で実際にそのプロジェクトを進めて、企画から開発までやって、どんな感じに、仕事というか開発現場が動いているのかを学ぶみたいな感じのプログラムになっています。で、もちろん仕事との兼ね合いもありますし、期間は短いんですけれども、開発期間と企画から開発期間が2ヶ月で、最初の1ヶ月は企画で、最後の1ヶ月間が開発みたいな時間配分になっていて、1週間のうち、実稼働時間が1人当たり10時間、金曜日とちょっとした時間っていう感じですね。で、開発人数としては5人だけど、うち開発経験ありが2名みたいな、結構カツカツなリソースで、回したプロジェクトみたいなものになってるんですけど、実際作ったものといたしましては、Loop.io っていう、エンジニア向けの学習サービスみたいなものを作ってみました。で、どういうサービスなのかっていうと、技術的な問題とかを選んで、その問題を解いてみて、その解く過程をブログにして、ブログとして投稿してアウトプットをする。インプットとアウトプットを繰り返しましょうみたいなサービスを作ってみました。で、技術的な話にちょっと話を戻して、実際に作った画面はこんな感じになっています。これ問題一覧画面なんですけど、問題一覧と、タイトルとデスクリプションと、サムネイルのイメージがあって、問題一覧画面のところで問題をクリックすると、詳細な問題、ファーゲートを ECS で利用するとか、そういう問題が表示されますと。で、右側で、マークダウンとかで書いたものをプレビューできたりとか、ブログとして投稿できたりとか、するような機能を持っていて、投稿したブログは、また別なページを作成して、マークダウンをいい感じに表示して、ブログとして投稿できるようにするみたいな感じになっています。で、ブログ一覧も一応画面として表示できるようなサービスを作りました。で、これで使った技術は基本的に先ほどお話ししてきたアンプリファイとアップシンクの組み合わせなんですけど、それに加えて、それに加えてっていうのもなんですけど、リアクトとかタイプスクリプトとかもやっていきました。で、ソースコードとかプロジェクト管理とか GitHub とか、コミュニケーションは Slack だとか、一般的な感じですね。で、アンプリファイを使ったアーキテクチャ、実際に運用した感じ、どんな感じのアーキテクチャになるのかっていうと、こんな感じになります。フロントエンドは、クラウドフロント S3、これ内部的に使われてるって話で、あれですけど、アンプリファイのコンソールになっています。で、バックエンドはアップシンク経由で DynamoDB にクエリを発行するみたいな感じになっています。で、アンプリファイを実際に使ってみた感じ、どういうメリットがあったかっていうところなんですけど、まず1ヶ月間程度の開発期間しかなくて、しかも1週間に10時間ぐらいしか時間を割けないっていうような状況だったんですけど、爆速でその開発をスタートできるっていうのが大きな点だと思います。また、バックエンドの実装、グラフ QL ですね、アップシンクの導入が CLI で数発でいけて、スキーマを書くだけで、バックエンドのサーバーが実装されるみたいな感じになっているので、フロントエンドの開発と欲しいデータをバックエンドからシュシュって取ってくるみたいな、実装するだけで画面が出来上がっていくっていうのがすごい楽で良いと思います。
で、さらに、まあ、CI/CD に限っても、その普通のコードコミット、コードパイプラインとか組んでいくと、結構、そのビルドに関する設定とかを YAML とかで書いていく必要があると思うんですけど、AWS Amplify の場合はそういうのも一切必要なく、GitHub とかと連携して、すぐもう使えるようになるので、すぐ、開発のサイクルを回して週10回ぐらいのデプロイっていうか、マージをすることができています。でログインジストも、先ほどお話した感じで、超簡単に、コースをかけずに、実装することができました。でブログのスキーマですね。先ほど紹介したスキーマ一覧なんですけど、まあ参考程度って感じで、ちょっと文字ちっちゃいかもしれないんですけど、ブログとプログラムとコメントというような3つのカテゴリーに分類されています。で、まあ、作成される GraphQL の、クエリ、まあ、これミューテーションっていうアップデートとか作成とか、そういうところの、クエリになっているんですけど、こういう感じで、GraphQL のクエリが自動的にアンプリファイによって生成されます。で、これを、ユーズエフェクトの中の適当なところで、ユーズエフェクトというか、あれですね、投稿なので、サブミットボタンのイベント先とかで、クリエイトブログでインプットで、ステートからタイトルとかイメージとかを取ってきて、アウェイとして実行してあげれば、すぐにデータを投入できるみたいな感じで、本当に SDK を叩くような感覚で、実行できるのが、非常に良い点だと思います。はい、最後の方のセクションになってきましたが、Amazon 流のワーキングバックワーズを使った開発ということで、今回の、セッションタイトルなんですけど、Amplify と AppSync でモダンでっていうところと、Web サービスを爆速で立ち上げようぜっていうところは、なんとなく伝えたいことは、ふわっと分かってもらったと思うんですけど、ここのイケてるの部分ってなんか難しいというか、なんかあんまり話してないなって思われた方もいるかもしれないんですけど、まあ、Amazon 流のイノベーションの考え方で、ワーキングバックワーズというものがあります。で、これは何なのかっていうと、お客様は誰ですかから始まるその5つの質問に答えて、そのお客様の体験をより具体的にしてストーリー化するというようなものになっています。まあプロダクトを開発する前に、この5つの質問を答えて、プレスリリース、まあ、〇〇株式会社がこういうものを作りました、〇〇さんはこういう課題を抱えていましたが、このサービスによって、こういうようなメリットを受けて、こういうことができるようになりました、みたいな、プレスリリースを作成して、ものを明確化してから、プロダクトを作ることで、作るものを明確化することによって、ぶれないで作り続けることができるというようなものになっております。これについては、Amazon の中の人が、AWS サミットとかでよく話していたりします。で AWS サミット大阪2019年のものなんですけど、弊社のブログで、ハンズオンを受けてきたっていうブログが上がっていますので、開発以外のその一歩下がった、企画とかなんかそういうところで、どういう感じでやってるのかなっていうのをちょっと疑問に思われた方は、ぜひ、これを見ていただけると、面白いかなと思います。はい。最後まとめとなります。アンプリファイとアップシンクを使うと、本当に爆速で開発を進めることができます。あと CI/CD とか、GitHub とかの連携をするだけで API の追加とかビルドとかいろいろありますけど、もうすべて簡単にできます。でさらにサーバーレスで重量課金なので、スモールスタートができるというのが大きなメリットです。で、ローンチ前に無駄なコスト、運用コストとか EC2 つけっぱにしてるとお金かかりますけど、完全サーバーレスなので、使った分だけというふうになるので、特にそのスタートアップ企業とかで、重要になるのか、良い点になるのかなと思います。さらに、開発者はインフラの面倒を見ずに開発に集中できるという点で、正直、私もちょっと開発してた時期があるんですけど、あんまりそのインフラとかを好き好んで見たくないとは思うんですよね。そのプログラム、目の前のコードを書かないといけないはずなのに、なんでチューニングなんかインフラを見てるんだろうみたいな状態になると思うんですけど、そういうことが起きないので、アンプリファイとアップシンクは非常に良い点だと思います。また、開発、これはなんか技術的な話とはまた
変わってくるものなんですけど、ワーキングバックワーズを使ってちょっと視点を変えて一歩下がって、なんかいろんなことを考えてみると楽しいよっていうのを、今日は伝えたかったです。ご清聴いただきありがとうございました。アンプリファイを使うことでインフラ側がブラックボックスになってしまい、セキュリティ上の不安や使用考慮漏れによる不具合が怖いのですが、どうすればそういった不安を拭えますか？まず、アンプリファイって静的なもの、静的なホスティングサービスなんですよね。サーバーサイドでそのセッションを保持して、HTML 組み立てて返すようなものじゃないので、フロントエンドの表示に関しては、特にそのセキュリティに関するものはないと思っています。で、一つ気になる点としては、コグニートとか、グラフ QL とか、そこら辺になってくると思うんですけど、基本的に AWS を信じるしかないというか、ID プロバイダーみたいなのを実装するのと、自分というか自前で実装するのときちんと管理していただいている状態でやるのとどっちの方が安全に思いますかっていうようなあるかと思います。アンプリファイで作成したソースコードを検証や本番にデプロイする際にはどのような形で行うのが良いですか？バックエンド系。アンプリファイは、検証環境と本番環境で、環境を変えることができます。で、バックエンド系っていうのは、サーバーレスフレームワークとかクラウドフォーメーションとはまた別途ある感じで、アンプリファイ CLI 上で基本的に環境を分けます。本番環境と、検証環境のスキーマを変更することができるので、例えば、マスターブランチは、本番環境に対してデプロイするようにして、ステージングブランチ、デベロップブランチは検証環境に、デプロイするように設定しますと。で、検証環境にマージされた GraphQL のスキーマのアップデートとかは自動的に検証環境に流すみたいなことができるので、多分そんな感じでやればいいと思います。アンプリファイからもアップシンクのパイプラインリゾルバーが使えますか？無数にある閉じ、ユーザーグループごとにデータに対する権限制御を行う場合は、パイプラインリゾルバーが必要になってくると思っていますが、現状のアンプリファイの機能でもできるのか知りたい。ブログで記載いたします。アンプリファイは発展中の技術だと思いますが、現在のレベルでどのような用途のアプリまで利用可能な状況でしょうか？もしも分かれば、今後の進化のスピード感、本格的なアプリで使っても問題ないんじゃないかと思われるレベル、になるまでどの程度かかりそうか知りたい。フロントエンドの業界って結構最近リアクトとか Vue.js とか Angular とか盛り上がってきて、なんか SPA 自体も割と最近になってからなんか盛り上がってきたような状態だとまず思っていますと。で、アンプリファイ自体ももちろんその最近って言っても何年か前だと思うんですけど、に始まったもので、結構、進化のスピードが速いです。で、どのような用途のアプリっていうところでいくと、組織の考え方とか、気持ちとかもいろいろとあると思うんで、あれなんですけど、本番環境とかで適用しても問題ないかと思います。私の個人の感想としては。今後の進化のスピード感っていうところでいくと、活発的なコミュニティだと思っています。GitHub とかでよく頻繁に議論されていますし、OSS としてもいい感じに回っているので、進化のスピードは結構速いと思います。アンプリファイ魅力的ですね。本日の本質と外れますが、これまで OGP が課題で SPA を採用できませんでした。ページごとに動的に OGP を変更できないためです。アンプリファイで解決することができたりしますでしょうか？Firebase だと Functions を使って対応できるらしいのですが、AWS を使いたかったので、その時は諦めました。アンプリファイはサーバーサイドレンダリング、SSR とかが基本的にできないんですけど、C ってやるなら、ラムダエッジを手前側に挟んで返してあげるとか、すごいなんかご利用しみたいな感じなんですけど、みたいなことができるんじゃないかなとは思うんですけど、私も正直そこまでそのラムダエッジ挟んで、そのツイッターのカードを表示するみたいなところまでやったことないので、ちょっと難しいところだなと思います。Twitter とか Facebook とか Google はまあ大丈夫ですけど、サーバーサイドレンダリングしなくてもいい感じに読み取ってくる時代が来ることを願うのみだと思います。アンプリファイとバックエンドをデプロイすると、リソース名にランダムな名称が入ってくると思うのですが、他のサービスと連携するときは、逐次調べて対応することになりますか？バックエンドのリソース名を指定した名前にしたり、自動でリソース名を取得するようなやり方があるのでしょうか？こちらも補足をつけてブログでっていうことにしましょうか。はい、お願いいたします。次の質問。アンプリファイを知る前だと、何のプラットフォームの環境が一番好みでしたか？そこからアンプリファイの利用へ切り替えた点で気になった点がありますかっていうところなんですけど、私はフロントっていうよりは、結構なんかララベルとかなんかそこら辺も触ってたんですけど、ECS で
展開していくみたいな感じが好きだったりしました。アンプリファイを導入することによって PHP とかは無理になるので、JavaScript とかなんかフロントエンドの言語とかに移行する必要があるんですけど、アンプリファイで一番気になる点っていうのは、React とか SPA が前提になっているところなので、SPA を導入しないとちょっと厳しいところがあるっていうような感じになっています。アンプリファイとアップシンクに向いていること、向いてないことというのがあれば教えてください。SPA を導入しないといけないっていう点が結構大きい。アンプリファイを導入するイコール、React とか Vue.js とか、そういうなんかフロントエンド系のサービス、ライブラリを使っていくっていうことになるので、組織全体として開発者がついていけるのかっていうような問題はあると思います。開発者の皆様がついていけるのか、リアクトとかみんながやる気があるのかっていうようなところだと思います。すいません、またこれもふわっとしているところがあると思うので、何点かまとめてブログにしたいと思います。以上をもちまして、本日最後のセッション、もこさんのセッションを、終わりたいと思います。もこさん、改めましてありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。